記憶ってなぜ必要なのかっていう話ですね。覚えようとしなくても覚えられると思うんですけど、一番強力ですね。人間関係の構築には記憶は大事だよって話ですね。このアイデンティティを探すっていうのは、自分を一言で表すものは何なのかを探していくみたいな、個体としての強さではなく、どれだけ環境に適応できたかどうか。つまりは失敗体験を回避するってことですね。行動の最適化ができるというか、そういう意味でも記憶が大事だよっていう話ですね。どうも、マインドオーガナイザーのクーです。今回のテーマは記憶についてですね。記憶の定義というか記憶の役割ですね。概念的な部分をお話しさせていただきたいと思います。なぜこのテーマを話そうかと思ったらですね、神経科学、いわゆる脳科学ですね。このチャンネルの、ビッグテーマの一つであり、脳科学、心理学、思考術ですね。この3本柱でやってるんですけど、その中でも脳科学の中でも、記憶力っていうのは、大きなテーマ、ビッグテーマの一つに入るので、欠かせない脳の機能ですね。ということで、解説していこうという試みですね。前回ですね、集中力について、これも脳機能で欠かせない大きな役割のある機能の一つなんですけど、それについて解説した動画もあるので、もしよかったらそちらも説明欄に貼っとくので、見ていただければと思います。では、今回の記憶についてですね、概念編ですね。行きましょう。ちなみにちょっと余談なんですが、髪バッサリ切りました。こんなに短くしたの久しぶりですね。周りからはなんかさっぱりしていいねって言われますね。まずそれはどうでもいいですね。はい、行きましょう。さて、今回話す内容ですね。記憶の概念ですね。記憶の役割ですね。記憶ってなぜ必要なのかっていう話ですね。記憶が重要ってのは、イメージつくと思いますけど、当然だよねって感じなんですけど、それをなんというか、具体的に説明していこうという回ですね。ちょっと余談なんですけど、毎回ちょっと動画が長くなりすぎるっていうのが問題あるんで、何回かに分けていこうかなっていう試みですね。一本一本がなんか完全版みたいな感じで、あれもこれも詰めすぎちゃって、ちょっと見てる人も見づらいし、作る人ってか私なんですけど、動画編集とかも全部自分でやってるんですけど、ちょっと工程が多くなりすぎて、なんか他の作業に支障が出ちゃうっていうのがあるので、そうですね。目安は15分から25分、20分、長くても20分までに終われたら最高ですね。そこを目安に、動画を分けていこうかなっていう感じにしていこうと思います。今回は概念編ですね。概念話して、仕組み話して、あとは記憶の種類話して、あとは高める方法とか記憶術、記憶に関する実験ですね。6種類ぐらいに分かれるかな、動画。なんで、しばらくはちょっと記憶会ですね。記憶力について、ビッグテーマなんでね、やっていこうかなって感じですね。はい、ちょっと話脱線しましたが、行きましょう。今回話す内容は記憶の役割ですね。記憶ってなぜ必要なのっていう話ですね。記憶の役割ですね。大きく分けて5つあります。1個目は生存と安全の確保に必要。で、2個目が学習と適応に必要。で、3つ目が社会性の維持と円滑なコミュニケーションに必要。で、4つ目が自己認識、自己の形成に必要。で、5つ目が未来の予測と計画に必要ですね。順を追って説明していきます。1個目の、生存と安全の確保に必要。これが記憶の役割で、一番重要な目的というか、安全を確保する、命を守るために記憶っていうのは必要ですよっていう話ですね。とにかく生き残っていくことっていうのが、あらゆる生物、人間に限らずですね、あらゆる生物において、最重要な、項目になるかとは、簡単にイメージつくと思うんですけど、その生存確率を上げるために、記憶は絶対必要だよねっていう話ですね。例えば過去に、命を落とすような危険に遭遇した時とかですね、そのパターンとか状況を覚えておくことで、事前に危険を回避する、次からですね、できるようになりますし、つまり命の危険に関わるような情報を覚えておくってことですね。熱湯に触れると火傷するとか、鋭利なものを突き刺すと血が出るとか、血が大量に出たら危険だとかね、そういう情報ですね。あとは毒のあるものを覚えたり、毒を持ってる生物とか、危険生物を覚えたりですね、特徴とか、そういう命を守る情報を、覚えておくっていうのは最重要ってことで、記憶力っていうのはありますね。あとは安全の確保って言ったら安全な場所、寝床を確保したりとか、あと外敵が少ない環境を見つけたりとかですね、の条件を覚えたりとかですね。あとは食料、食べ物がいっぱいある場所、取れる場所を覚えておいたりね。
で、その食料を取り行った時、ちゃんと安全な場所、自分の家に帰ってこれないと、それも命の家に関わるじゃないですか。なんで、そのルートを覚えとくとか、家に帰るまでのルートを覚えとく、記憶するってのも大事ですし、そういう生存確率を上げる記憶ですね。人間に限らず、あらゆる生物にとって最重要な項目ですよね。なんでこういう命に関わるような情報ですね。生存に関わるような情報ってのは、覚えようとしなくても覚えられると思うんですけど、最優先に記憶する脳が覚えるようにできているので。なので、こういう生存と安全に関わる記憶っていうのは一番強力ですね。で、二つ目が学習と適用に必要ですね。学習っていうのは、先ほどの生存確率を上げるにも通じるんですけど、生き残るためのパターンを覚えとくとか、そうですね。パターンを覚えて次に活かすのを学習って言うんですけど、スキルの習得とかも学習ですよね。パターンを覚える、仕組みを覚える。パターンを覚えるっていうのはやり方の順序を覚えるとかもパターンを覚えるですよね。例えば自転車に乗ったりとか、車を運転したりとかも分かりやすいですね。あとは、楽器を弾いたりとか、料理をしたりとか、何かをする方法で覚えとくですね。ハウツーを覚えとくっていう感じですね。なんでパターンとか知識を組み合わせの使い方を覚えとくことで、似たような問題が起こった時に、すぐ対処できるようになる。これを適用ですね。学習したものを適用させるってのにも記憶は必要ですね。当然っちゃ当然なんですけどね。過去の知識とか経験を覚えておくことで、その覚えてた知識を組み合わせて新しい問題とか、今目の前に起こってる問題解決に役立てるようにするのにやっぱり記憶は必要ですね。で、3つ目が社会性の維持とあとコミュニケーションに必要ですね。これもなんとなくイメージつくと思いますけど、人間関係の構築には記憶は大事だよって話ですね。それは毎回初めましてみたいになってたらね、人間関係の構築もクソもないじゃないですか。人の顔と名前を覚えたり、人の性格とか、こういう状況の時こうやるよねみたいな性格特性とか覚えておいたり、この人にはこの話題が盛り上がるなとか、こういう態度で接するとなんか円滑にコミュニケーションいくなみたいなのも、記憶があるからこそじゃないですか。円滑なコミュニケーション方法を覚えたりとかですね。これもパターンを覚えるとかにもなるのかな。あとはコミュニケーションで言ったら、言葉の使い方とかですね、態度を覚えとくってのもありますよね。人と付き合っていくためのルールというか、敬語を使うとか、丁寧に話す、話し方を覚えるとかも記憶は必要ですよね。あとは社会性の維持という部分では、文化の継承っていうのがありますね。知識を語り継いでいくとか、知識とか文化とかですね、を人につないでいくってのにも、記憶は必要ですよね。文章に残しといてそれを見ればいいっていうのもあるかもしれないですけど、ストーリーテリングじゃないですけど、語り継いだことによって、残っていくものとかもあったりするので、文字とか紙とかない、はるか昔の時代ですね。にはやっぱりなんか言葉で伝えていくっていうのがあったんで、言葉とかストーリーで伝えていくっていうのがあったんで、文化とか、伝統の継承に記憶が必要ですよっていう話ですね。で、記憶の役割4つ目ですね。自己形成、自己認識ですね。の形成に必要ですね。これは何かと言ったら、自分はどういう人間なのかを覚えておくってことですね。記憶がなかったら人格が維持できないというか、自分は何者であるかみたいな、どういうものに対してどういう反応を示すかってのも、なんか記憶の中にあるから、すぐ対応できるというか、よく言われる、経験体験を繰り返すことで、性格とか価値観が変わったりとかあるじゃないですか。そうそうそう。生まれた時から持ってる性格、気質ってのもあるんですけど、やっぱり環境、育った環境、見てきたもの、関わってきた人の体験した内容とかによって、もうなんか性格って影響を受けるじゃないですか。そういうなんか経験とか体験とかで影響を受けた部分が、記憶があることによって、形成されていくっていう話ですね。自己認識の形成、いわゆるアイデンティティですね。自分は自分であるっていう特性というか、そういうのですね。職業で言ったら、私は音楽家だ、芸術家だとか、アーティストだとか、エンターテイナーだとか、指導者だ、教師だみたいな、いろいろありますよね。アイデンティティですね。私を一言で表すような言葉ですね。の形成にもやっぱり、記憶っていうのは大事ですよね。アイデンティティっていうのは自己認識、自分へのイメージですね。自己イメージの確立とも言えるのかな。私が私であるためにみたいな感じですね。例えばエンターテイナーっていう概念を覚えておくことで、そのエンターテイナーである要素を自分に投影するみたいな感じですね。人々を楽しませみたいな。ステージ上で自分を表現し、みたいなね。
そのエンターテイナーという概念を覚えてるおかげで、そういうエンターテイナーとして振る舞えるみたいなね。こういうのもアイデンティティの確立というか、自己の形成ですよね。そういう意味でも記憶っていうのは重要ですね。ちょっと離れるんですけど、余談になるんですけど、自己理解というか、なんつうか自分探しをしている人、自分って何のために生きてんだろうみたいな人は、このアイデンティティを探すっていうのは一つの指標になりますね。自分を一言で表すものは何なのかを探していくみたいな、そういうのも手っ取り早いですね。MBTI でしたっけそういうのが世界中で流行ったのも、そういう一言で自分を表すような、そうそうそう、巨匠とか、あと冒険家とかもあったっけ。そうそうそう、そういう一言で自分を表す、アイデンティティ、自己イメージですね。確立するような言葉がわかるから、多分あんだけ爆発的に流行ったと思うんですけど。そうですね。自分探しにおいては、そのアイデンティティを探す自分イメージ、自己イメージを形成するような言葉を見つけるっていうのは、コツになりますね。ぜひ試してみてください。ちょっと話脱線しましたけどね。で、5つ目が、未来の予測と、あと計画を立てていくのに必要ってことですね。これも当たり前かもしれないですけど、未来を予測するためには、やばい過去のデータを知っておく必要があるわけで、過去のデータとかそういうのがあるからこそ、予測もちゃんと確率の高い予測も立てられるみたいなね。天気予報とかもそうですよね。こういう雲の流れがあって、その雲の流れをすると大抵はこういうパターンになるみたいなね。何個もパターンあると思うんですけど、その何個もあるパターン、データがあることによって、この確率は何パーセントみたいなのも出せるというかね。過去のデータは必要ですよね。未来の予測には。もっとわかりやすく言ったら計画を立てるときは、過去をうまくいった、成功体験とか、あとは失敗パターンとかも参考になるじゃないですか。全く何もないとこから計画立ててもエラーがいっぱい起こるというか、こういうのもあるんだみたいな、起こりやすいというかね。経験を記憶してない。例えば失敗したパターンを覚えてないとどうなるかって言われたら、簡単にイメージつくと思うんですけど、同じ失敗はまた繰り返しやすくなるってのがありますよね。同じミスを未然に防ぐっていうのは、未来予測の一つに入りますよね。例えば出かける前に忘れ物がないかチェックしたり、エアコンのちゃんと消したとか、あと水道の蛇口をちゃんと閉めたとか、あとは、ガスの元栓を見たりとかですね。冷蔵庫が半ドアになってないかとか、今日必要なものは全部カバンに入れたかとかですね。もうその出かける前にチェックしたりね。よく忘れるっていう経験、失敗があるからこそ、その対策が立てられるわけじゃないですか。出かける前にチェックするみたいなね。そういうのも記憶があるおかげですよね。とここまでで、基本的な記憶の役割ですね。5つ紹介させていただきました。ここでちょっと視点を変えて、ちょっと似たような内容になるんですけど、生物的になぜ記憶という機能が備わったかですね。っていうのも紹介していこうと思います。記憶に関する生物的な役割は4つありますね。先ほどの5つに似てくるんですけど、1個目が、環境の変化予測の精度を高めるですね。で、2個目が、行動の最適化。で、3つ目が学習の適応能力の向上。で、4つ目が、社会性の発展ですね。1個目の環境の変化予測を高めるっていうのは、一言で言ったら、パターンを覚えとくっていうことですね。最初にも言った生存と安全のパターンを覚えとくっていうのもこれに当てはまりますね。よく言われるのが、生物が生き残るために必要なのは、個体としての強さではなく、どれだけ環境に適応できたかどうか、そちらの方が大事とはよく言われてますね。つまり生物的に強いっていうスペックが高いっていうよりも、環境の変化とかについてこれる、適応できる、順応できる方が、生物としては長生きできるよっていう話ですね。長生きできるというか、生き残りやすい、種が保存されやすいっていう話ですね。ちょっと例えは違うかもしれないですけど、パソコンとか機械で例えたら、どんだけ最先端で優秀な、高性能な、めちゃくちゃスペックの高い、同じようなこと言ってるな。めちゃくちゃ機能が詰まった、パーツがあったとしても、それをぶち込むことによって不具合が生じたり、寿命が短くなったら、長く使うっていう観点で言ったら、ダメじゃないですか。平凡な機能、平凡なスペックなんだけど、他のパーツとの組み合わせが良くて、安定しているパーツがあったら、そっちの方が長持ちするというかね。あとは汎用性が高いというか、いろんなものに応用できるみたいな機能の方が、重宝されるじゃないですか。そんなイメージですね。環境っていうのは絶えず変化するんですけど、その対応するにも記憶は大事ですよね。パターンを覚えとくですね。例えばこの場所に行くと他の場所より食料が多く見つかるとか、木の実がいっぱいになってるとか、魚がいっぱいいるとかですね。
あとは危険な生物が少ないとか、そういうなんか過去のパターン、記憶情報があることで、生存に関わる適切な対応が取れるように、未来予測ですね。危険回避の未来予測が、できる、安定してできるっていうのがありますね。2番目の行動の最適化も、これもちょっと重複するんですけど、つまりは失敗体験を回避するってことですね。この状況でこういう行動をすると成功確率が上がるよ。逆にこのタイミングでこれをしちゃうと失敗しやすいよってのを覚えておくことで、行動の最適化ができるというか、無駄な行動とか無駄な時間が減って、エネルギーの消費も抑えられるっていう感じですね。これも、一言ではパターンを覚えておくっていう話なんですけど。で、3番目の適応能力の向上ですね。これも2番目にちょっと通じるんですけど、知識、パターンを、応用するってことですね。考えてみれば当たり前なんですけど、過去の経験、体験があることで、今がより生きやすくなるというかね、安全に生活しやすくなるっていうのはありますね。例えば効率のいい食料の集め方を覚えたりとかですね。あとはより安全な住処とかを作るのに、知識を組み合わせたりとかですね。城壁を建ててみたり、城壁の周りを堀を深くして水を張ってみたりとかですね。そういうのですね。もう知識の組み合わせとかあって、できていったと思うんですけど、知識の応用ですね。適用っていうのかな。で、4番目が社会性の構築ですね。これも基本的な役割の中で言ったんですけど、円滑な人間関係の構築っていうのは、社会性の維持には欠かせませんよっていう話ですね。誰かと協力して、行動を起こしたり、文化の伝達ですね。知識の伝承とかもですね。お互いに記憶の機能があるからこそできるわけで、文明の構築発展ってのは、過去何万年何千年と積み重ねられてきた、知識があるからこそじゃないですか。先代が長い時間をかけて見つけた法則とか概念ですね。それを次の世代が組み合わせて応用して発展させてみたいなね。そういう風にして、文明というのはどんどん発展していくんですけど、そういう意味でも、記憶の保全、データの保存っていうのは大事ですよっていう話ですね。記憶の役割を話したところで、続いては記憶のプロセスですね。記憶はどういう段階を踏むのかっていう話ですね。主に3つありますね。1個目が決め、エンコード、いわゆる情報のインプット。で、2個目が保持、ストレージ、情報を保存する。で、3番目がリトリーバル、早期、思い出すってことですね。情報を仕入れ、覚え、思い出す。この3段階が、記憶の主な大きな3つのプロセスになりますね。記憶を分かりやすく例えるとしたら、図書館のイメージですよね。でエンコード、情報を仕入れるっていうのは、本を仕入れるみたいなイメージですよね。基本的に情報ってのは、脳に伝わる情報ってのは、五感から得てるんですけど、見る、聞く、匂いを嗅ぐ、触れる、あとは味わうとかですね。五感の情報を、記憶しているんですけど、その入力された情報を、覚えとくか覚えとかないかみたいなね、振り分けっていうのもこのエンコードの段階にありますよね。全部覚えてたら、大変じゃないですか。より重要な情報が埋もれちゃうみたいなね、あるんで。重要な情報を選択して覚えるか覚えないか、脳で判断して、記憶され、仕入れられると思うんですけど、いる本いらない本を振り分けるみたいなんですね。そういう段階ですね。インプットでは、初めて会う人の名前とか顔を覚えたり、あとは、新しく受け取った刺激を覚えたりとか、新しい経験体験とかですね、の状況とかパターンを覚えたり、新しい単語の意味を覚えたりとかですね、新しい概念の仕組みを覚えたりとかですね、そういうのがインプットですね。で、2番目の保持、ストレージですね。これは仕入れた情報を本棚に収納していくっていうイメージですね。記憶の本棚ですね。この記憶の本棚の整理、情報の整理がうまくいってると、記憶っていうのは、効率よく記憶されやすく、早期もされやすいっていうのがあるんですけど、入った情報の中でも、数週間、数時間だけ覚えておく情報みたいなのがありますし、超長期記憶、一生覚えてるような記憶とか、感情が伴うエピソード記憶とかですね。あとは命に関わるような記憶とかは、残りやすいんですけど、そういう記憶の種類とか、長期記憶って言われるやつですね。また後日、解説していこうかなって感じですね。ここではざっくり、保存する段階があるよっていう話ですね。で、3つ目、これが面白いのが、思い出すのも記憶のプロセスの一つなんですね。保存した情報を引っ張り出すっていうのが、この早期、リトリーバル、かっこよく言ったら、英語で言ったらリトリーバルですね。っていうのがありますね。保存された本を探し出す段階ですね、イメージとしては。いや、思い出すのも記憶のプロセスに入るんですよね。面白いですよね。インプットしてるだけじゃダメで、ちゃんとアウトプットできなきゃダメだよってよく言われると思うんですけど、
このアウトプットの部分ですね。言わずもがな、この思い出すプロセスってのはめちゃくちゃ重要ですよね。ちょっと余談なんですけど、これも2段階目の保存の段階でしっかり情報が整理整頓されてたら、早期もスムーズになりますよね。イメージつきやすいと思いますけど、何でもかんでもごちゃごちゃなんだ、適当に本棚に詰めてるより、これも本棚に例えたらイメージつきやすいですよね。図書館とか行った経験がある人ならわかると思うんですけど、図書館とか本屋さんに行った時に、何でもかんでもいろんなジャンルの本が一緒くたに同じ棚にあったら、もう目当ての本が探しづらいじゃないですか。ちゃんと本棚ごとにカテゴライズされてるから、探しやすいわけで。そういうのも、記憶にもそういうのも書いてほしいますよね。整理されてる情報だからこそ思い出しやすくなるみたいなね。もう図書館とかそうですね。何千何万冊とあるわけじゃないですか。もうそれの適当に積まれてたら、もう探すのも一苦労というかね。あとは図書館を利用したことがある人はわかると思うんですけど、最新ってか最近の図書館ってパソコンが置いてあって、そこで目当ての本を検索できる場所があったりしますよね。より目当ての本を探しやすくなるみたいなね。そういうのもありますよね。記憶で例えたら、そういうような記憶の仕組みとか、記憶術、記憶のテクニックが、そのパソコンを置くみたいなに該当すると思うんですけど、そのパソコン検索機能があることで、必要な情報を引っ張り出しやすいみたいなね。それが記憶術に該当しますね。記憶術とか、記憶のコツについてもまた後日動画説明させていただきますね。なんでこういうの話に興味があったら、ぜひともチャンネル登録してお待ちください。で、まとめると、記憶のプロセスっていうのは3つあって、情報を仕入れる、情報を保存する、で、情報を引っ張り出すの3段階ですね。が、記憶のプロセスと言われています。はい、さていかがだったでしょうか。本日のまとめですね。記憶の役割とプロセスですね。記憶は何のために備わってるかって言われたら、一番重要なところは、命を守るためですね。長生きするため、そういう生存確率を上げるパターンを記憶しておくために、記憶は必要ですね。食料の確保とか、安全の確保、寝床の確保、天敵から回避する方法とか、安全を確保するために大事な情報を覚えておくって感じですね。で、次に挙げられるのは、学習ですね。学習と適用。失敗パターンとか成功パターンを覚えてうまくいくパターンですね。覚えて次に活かすっていうのが学習なんですけど、その知識をうまく使うってのも記憶があってこそですね。何かの問題解決するには、過去の情報とか引っ張り出してきて、それを応用するのも大事なんで、問題解決においても記憶ってのは重要ですね。もうよく言われる経験値の差が出たな、みたいなね。かっこよく言ったらね。そういうのも記憶ですよね。あとはスキルを覚えとく。火の起こし方、水の確保の仕方、狩りの仕方、道具の作り方とか、安全な巡りの作り方とかですね。原始的なところを例えにしたらそうですね。そういうのにも記憶は必要ですね。あとは社会性の維持ですね。コミュニケーション、人間関係の構築にも記憶は必要ですね。人の顔と名前を覚え、性格特性を覚え、コミュニケーションのパターンとか手段を覚えみたいなですね。あと言葉を覚えて、言葉遣いとか態度とかですね。も記憶して、あとは会話のルール、社会のルール、人と接する時のルールみたいなね、もう覚えとくことで、人間関係の構築に役立てていくっていうのがありますね。あとは、これが人間の持つ最大の武器、最大の長所というか強みですね。って言ったら、文化とか知識を伝承できるっていうのがありますね。高度な文明を築くためには何千年何万年と積み重ねてきた、知識があってこそなんですけど、そのうまく組み合わせる方法とかも、過去の情報があるからできることで、文明の発展には欠かせませんよっていうことですね。記憶力なくてもデータ残しといたデータを見てみたいなのもあると思うんですけど、でも記憶力があるからこそ文章を書けたり文字使えたりしますんでね、大元をたどればそういう意味でも、言葉を使うにも、記憶力は絶対いるんで、そういう意味でも、文明の発展には、記憶力は欠かせないですね。あとは、性格とかアイデンティティの構築ですね。生まれ持った性格じゃなくて、生まれた後の性格ですね。関わってきた人たち、過ごしてきた環境とか、経験、体験を通して形成されていった自己のイメージですね。性格特性とか、そういうのはありますよね。そういうのも、記憶力があるからこそ形成されるっていう話ですね。で、5つ目が、未来の予測と計画を立てるのに必要という話もしましたね。過去の経験、体験の成功パターン、失敗パターンを覚えてるからこそ、
より精度の高い計画も立てられるし、未来予測もできる。そういう意味でも記憶は大事だよっていう話ですね。で、記憶のプロセスっていうのが3段階あって、情報を仕入れる、インプットする、で、情報を保存する、記憶する、覚えておく、で、思い出す、想起するですね。思い出すっていうのも記憶のプロセスですね。この3段階があるっていうお話をしました。このチャンネルでは、脳科学の知識、神経科学の知識ですね。有益な面白い情報も随時発信しております。あとはたまに、メンタルに関する情報。まだやってないんですけど、心理効果の使い方とかもいずれやっていこうかなって思ってますので、興味ある方がいたら、もしよかったら、チャンネル登録、高評価お願いします。あとは頭の使い方ですね。思考術、思考のフレームワークとかですね。ロジカルシンキングとか、ラテラルシンキングとか、あとは問題解決思考とか、ミーシーとか、いっぱいありますけど、そういう思考の方とか思考術とかですね、もう随時発信していく予定でおります。今回のおすすめの関連動画は、冒頭にも言ったんですけど、集中力の仕組みですね。これも脳機能の大きな、役割の一つなんですけど、もし興味があったら、そちらもチェックしてみてください。あと、自分、ブログですね。こういう自己成長に関わる、この YouTube チャンネルのコンセプトと同じですね。そういう情報を発信しております。あとは、自分の価値観に気づく、あとは情熱の感覚の見つけ方とかですね、を題材にした、道しるべっていう本があるので、そちらも見ていただければなと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。よければまた次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。